私立病院の経営責任者には3人の子供がいる。正妻との間に生まれた長男ジェット、そして2人の愛人との間にそれぞれピームとリサ。3人は皆次期後継者の座を狙い、互いに策略を巡らせている。母の死後、ピームは父によってシンガポールへ追放された。それから5年、彼は静かに、しかし確実に牙を研ぎ続け、ついに復讐の時を迎えた。皆さんこんにちは。ビエルホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ピームが運転する車が偶然タウンのバイクと衝突し、こうして2人は出会った。急ぎの用があるというピームは名刺だけをタウンに残して急いで去った。ひき逃げされたと思ったタウンだが、期待せずに名刺の住所をたどり病院の受付に行くと、待機のチェックが預けられていた。仕事を終えて病院を出たピームのもとに、タンは小切手を返し、修理代だけを受け取ってもらった。そのまっすぐな行動がピームの興味を確かに引きつけた。ちょうどその頃、ピームは病院の鎮痛剤フェンタニルの在庫が合わず、予想よりも大幅に減っていることに気づいた。彼は唯一信頼できる家族、新田おばさんにそのことを打ち明け、真相を突き止めようと動き始める。しかしその夜、ジェットに雇われた者たちがピームを襲った。通りかかったタウンに救われ、雨の中、自宅まで送り届けた。全身びしょ濡れのタウンにシャワーを勧め、ピームは乾いた服まで用意した。疲れたタンはソファーで寝てしまい、翌朝、ピームは彼に朝食まで作っていた。ピームは新田おばさんにタンの身元調査を依頼した。その結果、彼がかつて優秀な警察官であり、最後に担当した事件がフェンタニルに関するものだったことが判明する。しかし、真実に迫りすぎた彼が賄賂を受け取ったという濡れ衣を着せられ、職を追われていた。ピームはタンを自分のボディーガードとして雇うため、父の病院からフェンタニルを盗んだのは自分の兄だと告げる。タンは封印していた正義感を呼び覚まされ、ピームと共に兄に立ち向かう決意を固めた。出勤途中、ピームとタンはエレベーターに閉じ込められてしまう。その瞬間、幼い頃のトラウマが蘇り、ピームは意識を失った。病院で目を覚ましたピームのそばには、心配そうに寄り添うタンの姿があった。タンは静かに、自分は警察を解雇された後、1年近く心理治療を受けていたと打ち明け、初めて自分の弱さを見せる。その後、タンはかつての警察のコネを使い、ジェットの友人、レイが今夜パーティーを開くという情報をつかむ。彼はそこにフェンタニルの手がかりがあると確信していた。パーティーに入るにはリストバンドが必要だった。酔っ払いの男の手にそれを見つけたピームは、彼を気絶させてリストバンドを奪う。会場では楽しげに振る舞いながらも、ピームはレイの姿を探していた。やがて彼の魅力的な雰囲気が功を奏し、レイに気に入られて2階の部屋へと誘われる。そこでフェンタニルの注射を持ちかけられたピームは、レイが注射の準備をしている隙に薬の瓶を手に入れ、外で待機しているタウンにメッセージを送った。だが逃げようとした瞬間、レイに捕まり、薬を注射されて意識を失ってしまう。そこへレイの仲間たちが現れ、ピームの服を脱がそうとした時、タンがタイミングよく飛び込み、彼を救い出した。一方その頃、ジェットも情報をつかみ、最も信頼する部下を現場に送り込んで、ピームの計画を阻止させようとしていた。逃走するタウンの車を追跡したが、間一髪のところで黒いバイクに進路を塞がれ見失ってしまう。そのバイクの正体はリサの手下だった。
彼女はジェットの勢力を削るため密かに動き、今回は一時的にピーム側についたのだ。家に戻ったピームは意識のないままタウンにすがりついた。置いていかないで、誰も愛してくれないと繰り返す彼を見て、タンはシャワーを浴びせて落ち着かせようとした。やがてピームが目を覚ますと、傍らにはタンと新田おばさんの姿があった。薬を飲んだピームはすぐに盗まれたフェンタニルの番号を手元の資料と照らし合わせ、事実を確認する。疲れ果てたピームはタンの膝に頭を預け、仮眠を取ろうとしたその時、タンは証拠品のフェンタニルが病院のオーダーナンバーと一致するのを見つけた。ピームはそのことを父に報告し、父は病院の記録を徹底的に洗い直すよう指示した。そのことを報告しようとピームがタウンの家を訪ねた時、ちょうどタウンは友人と飲みに行くところだった。自然な流れでピームもその輪に加わり、歌うタウンの姿を見て新たな一面を感じ取った。酔いつぶれたタンは抑えていた本音をこぼした。本気じゃないなら人の心をかき乱すようなことはやめてくれ。帰り道、タンはふと遊び場を見つめてつぶやく。子供の頃よくここで遊んでたんだ。ピームも同じ場所で遊んでいたことを思い出した。タンが懐かしそうにサンダーコップのポーズを取ると、ピームは動きを止める。昔いじめられていた子を助けてサンダーマンの指輪をあげた、確かティームって子だった。ピームは静かに隣に座り彼を抱き寄せた。名前はティームじゃなくてピームだ。それから間もなくピームは会社に戻った。フェンタニルの証拠が全て揃い、犯人がジェットであることが明らかになる。ジェットは父から追放を言い渡された瞬間、ジェットの手下が全ての罪をマネージャーのウッドに押し付け、巧みに自らの無実を証明してみせた。一方その頃、ピームの父は政府に高級医療施設計画への資金提供を説得しようとしていた。しかし政府の担当者はピームが集団暴行された映像を目にしたため協力できないと断る。もちろんその映像を裏で送りつけたのはジェットだった。怒り狂った父はピームを2度殴りつけ、怒鳴りながら罵倒した。そして即座に彼を病院から追放し、シンガポールへ戻るよう命じた。その様子を見たジェットは勝ち誇ったように笑い、自分こそが父の正当な後継者だと確信していた。タンはピームの行方を知るため新田おばさんの病院を訪れた。そこでピームの母がジェットの母に殺されたことを知らされる。ピームを案じたタンはすぐにバイクを走らせて彼の元へ向かった。ここまで来てくれたタンにピームは無力な自分をさらけ出し、涙がこぼれ落ちた。そんなピームにタンは静かに言った。まだ新田おばさんがいる。俺もいる。その言葉にピームは思わず身を寄せ唇を重ねた。一方その頃、ジェットは今夜ピームを殺す計画を立て、その実行を最も信頼する部下に任せていた。また次回お会いしましょう。ではでは。